はい、こんにちは、こんばんは、グラッシュと申します。虚無領域のクライシス・クワドラント拡張の後編でございます。名もない探索者のところですね。再生する前に、消しまして。まあ、そうですね。こちらもね、これだけちょっと気をつけてっていうのが、あるんですけど、ちょっと確認していただきまして、25なので、お試しのね、キャラクターでも全然倒せちゃうので、挑戦してみてもいいかなと思います。探索者が受ける背面から受ける最終ダメージが 200% までアップ。で、気をつけたいところが、こちらですね。名もない探索者の一部のスキルは地面に裂傷効果を残す。キャラがこの効果を受けたとき、0.5 秒ごとに最大 HP の 2% 分を失い5秒間持続。総合的に 10% ですよね。もう一つが、防御力 15% ダウンと、命中時名もない探索者の HP が回復するっていうのがあって、回復、されたくなければ、先ほどの、0.5 秒ごとに最大 HP の 2% 分を失うっていうやつか、防御力 15% ダウンって感じですね。一部のスキルなので、ほとんど回避でしていれば 15% ダウンはないので、自分は、防御力 15% ダウンの方を選びました。HP10% 減でもいいかなとは思いますけど、失っていくのはちょっと痛いので、防御力 15% ダウンの方がいいかなと思います。これをちょっと気をつけたいですね。他はなさそうなので、次いっちゃいますかね。で、キャラクターですね。お試しキャラで、チサとダーニャとエイメスでいきます。今回も飛ばしながら、見ていきます。最初はね、特にないな。で、このパーティーのね、もう自分の主力というか、絶対このパーティーって決めてるパーティーなんですけど、ダーニャをどれだけ短く出すかっていうのが、ダーニャを早くしまうことで、チサの収束スキルの秒数がエイメスにも反映されるっていうのがあるので、できるだけね、早くエイメスにしたいんですよ。こんな感じ削っていきまして、このパーティーのね、いいところは、チサ、ダーニャ、エイメス、この3人とも、攻撃の一部に相手との距離を取るモーションがあるんですよ。今ね、後ろ下がったのもそうだし、チサも最後の攻撃で、後ろ下がるし、で、ダーニャも通常攻撃に2回やった後に下がるしっていう。3人ともね、下がるんですよ。距離を取ってくれる。なので、使いやすい。で、次はハイベイシャですね。キャラが回避に成功するたびに、チーム全員は沈む予選を1スタック獲得する。パリーに成功すると、チーム全員は沈む予選を5スタック獲得する。沈む予選が10スタックに達すると、次の銃撃で不協和値上限の 70% に相当する不協和値を蓄積し、沈む予選をすべて消費する。沈む予選は最大10スタック。不協和破壊が回避をね、することによって、溜まりやすくなる。発動しやすくなるってことですね。で、そうですね。だいたい、今回はね、クイック選択の25を選択して、選ばれたやつなんですけど、こちらですね。これを外しましょう。10秒ごとにキャラがオーバ
カノンからロックオンされ、一定時間後にその位置へ攻撃が行われるっていうのを、外してください。で、次行きまして、まあ25だとこんなもんかな。まあちょっと確認しながら取ってますね。で、キャラ選択ですね。今回ですね、最初これでやったんですよ。チサとスイスイと、ヤンヤン玄霊でお試しのキャラでやったんですけど、一度これでやろうと思って、録画してやってたんですけど、なんか倒すまでにかかる時間がちょっとかかりすぎるなと思いまして、やめました。こちらでいきます。モーニエとリンネとエイメス。で、こちらのね、パーティーになっているということで、セイバクの方ではないので、エイメスは。そこだけ、確認してね、注意ですね。決まってるお試しキャラなので、変更はできないので、今日は破壊とモダリティで攻めていくって感じです。で、冒頭はとにかく、削りながら様子を見ます。地面にね、いるとなんだかんだ追加でダメージが来るので、モーニエは結構いいですね。で、モーニエは防御タイプなので、結構ね、お試しキャラでも頑丈です。なので、被弾気にせず攻めてってもいいかなと思います。でもね、回避できたらちゃんとしましょう。これでね、今ので攻めていくって感じですね。で、ちょっと飛ばしてきまして、こちらですね、あれがあるんですよね。ホロタクの攻略のハイベーシを見ると分かりやすいんですけど、そっちの動画もね、出てるので、参考になればいいかなと思うんですけど、この状態になったら、すぐエイメスに交代かな、自分だったらして様子見ます。で、ちょっとエイメスの攻撃、1段目の攻撃ってちょっとね前進して剣を当てるんですよ。なのでちょっと早めにここでね押してますね。この時に攻撃ボタンを押してます。ちょっと早いんですよ。本当は早いです。もしモーニエとかリンネだったらパリに負けてます。だけどエイメスだとこのタイミングで押すとパリできます。で、次は回避ですね。で、この上がった時に対米者の体力が一瞬消えるんですよ。よく見てると。こう消えて、今消えましたね。で、出てきた時に回避ボタンを押すと回避できます。で、あとはもう削っていくだけですね。モーニエがいるので結構有利なんじゃないかなと思いますね。これわざとではないな結構避けてるんですけど当たっちゃうんですよね。だけどモーニエは防御タイプなので耐えれてるんですよ、意外と。なのでなんとかいけるはずです、このパーティーだったら。この状態、このハイベーシャのこの形態がね一番嫌いなんですよ本当に動きがね読もうとすると読めないんだよね。
これがほんと厄介なんですよ。だからもうとにかくこうエイメスの攻撃で、削っていくしかないんですよ。で、回避をしているとね、強化破壊のゲージも溜まりやすいので、これで勝ちですね。これで25ポイントね、入って、で、合計100になるはずなんで、期間内に取れる100ポイントの称号がね、ゲットできるはずです。前半と後半、分けてしまいましたが、この動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。